はい、今日はこの髪型の、説明動画を撮っていきたいと思います。そう、今回はちょっといつも来ていただいているお客様に協力してもらって、カットの、解説動画っていうか、今年はちょっとセミナーとかもやるので、なんかこういうカットをちょっとこう見に来ていただける方とかに見てもらえたらなと思って撮ります。よし、先はどうしましょうか。そうですね、こうだいぶ髪の毛が伸びてきて、横と後ろが伸びてきたんで、そうだね、ちょっとこれはすっきりさせたいなと。そうですよね、で前髪がも結構伸びてるんですけど、これはせっかくここまで伸ばしたんでちょっと生かしつつみたいな髪型にできると。そう、この上をね頑張って伸ばしていきましょうって言ってから結構伸びたから、もうちょっと短かったんで、そうだよね、今はだからここ伸びてるから、今度逆にこっちをちょっと引いてあげると、そうですね、ここの長さがこう生きて、あとここ締めてあげると、バーって乾かした時に、もうそういうグワってこうに対してこう引いた感じの軽さに見えるようになるので、やっぱねちょっとモリモリしてくるから、そうですね、ベースはすごいちっちゃいから、このちっちゃさをやっぱり生かさない手はないかなと思って、そういう感じでいきましょうか。はい、お願いします。だから下ろせもするし、こうバーってやれば、なんかオールバックっぽくいけるみたいな。で、あんまこう買ったりはしない、こう細かいところも、ディティールはちょっとある感じにしましょうか。お願いします。じゃあちょっと一回シャンプーします。はい、お願いします。はい、どうぞ。そう、僕らのカットはこうウエットカットはベースだけ切って、もう8割9割は乾いた状態ドライカットでちょっと切ってます。これ YouTube に上げてもいいですか？大丈夫です。今更っすか？それはね、やっぱり確認しないと。カットだけどね、めっちゃ時間がする。すごい時間、もうカットも全然 OK としてくれて、ありがとうございます、本当に。だからこれも長さを切る部分だけと、本当に少し長めに切って、デザインはドライカットで乾かしてから入れるって感じですね。服の解説をされている時も後ろのデスクに座って撮ってらっしゃることですね。あれはね、家なんですよ。あれまだここじゃないんですね。そう、コーディネートのやつですね。でも休みの日に撮ってるんで、あれ。ああ、そうなんですね。そう、なんかわざわざここに来てやっとるのめんどくせえなみたいな。で、細部のこういう大事なディティールの部分とか、そういうものはこうレーザーも使ったりしますね。そう、今回協力してもらったお客様は髪質は結構しっかりしてるので、こうボリュームが出やすかったりとか、硬い髪っぽくこう見た目が見えやすいんで、やっぱり柔らかく見えてくれたりとかする方がやっぱり本人は嬉しいのかなと思うんで、これぐらいだからこうね、ちっちゃくなって、引いてなったから、モリモリがやっぱなくなったから、なんかちょっと見えてきたでしょ。そうですね、髪型のこう感じが、確かにだからこれだったらやっぱここすっきりしてるから、もうなんかこいつをなんとかしときゃいい髪型みたいな本当そんな感じなんですよ。それだとでもやっぱ楽、デザインをする上ではやっぱ楽だと。これは乾かす前のオイルだから、で、あらかたベース切って、濡れた状態を一回見て
乾かしたらどれぐらい膨らむかなっていうのを確認してから、あとはこの膨らんだ状態をちっちゃくしてあげるカットをドライカットに入れていくっていう。そうだからこういう膨らみやすい人の場合は逆にその膨らむところから切って、膨らむところがどれだけちっちゃくなるかを見てからこういう襟足とかもみあげのあたりを切っていく。最初にそのアウトラインを詰めちゃうと上のボリュームがどれぐらいちっちゃくなるかがはっきり分かんない状態になるので、結局なんか上がふんわりボリューム出ちゃう髪質に見えちゃったりするんで、こういうふうにいろんな方向にこう髪の毛を動かしてみて、揺れ感とか、そういうこう動きをチェックしながら、やっぱ髪型ってその人が動いてる中である、体のパーツなんで、僕らのカットはもう鼻からガチガチにセットをするっていうのを手で切ってないですね。リフォルムこんな感じじゃないですか。触ってみて、はい、ちっちゃくなったでしょ。かなりぱっと見でも違うよね。全然違います。中に手入れたらすごい。本当もうかなり違いましたね。こうやって入れるとこう奥がない感じはするし、ちっちゃくなりましたね。だからこれが奥を軽くして毛先の重さは残したっていう状態だから、毛量がある人なんかはここで結構感心してくれる、感動してくれたりとかする感じですかね。来たなこれ。いい感じですね。これやって、スタイリングする前に実際水分を含ませて毛先の束感の太さとかスーッとどれぐらいちっちゃくなるかを確認するね。ウエットになるってここちっちゃくなって毛先の重さがあるから、はい、だいぶほら全然違います。いいよね。はい。深めた時もめっちゃいいです。ほらもう水も滴るいい男の子。めっちゃいいです。なんかこう完成だね。このやっと伸びて伸びた一番最初に多分やりたいって言ってくれたオーダーのもう、ね、ようやくみたいな具現化の完成だね。この辺だったもんね。本当に短かったです。でこう上も短かったから、上が全然足りなかったです。こいつが欲しいんですよ。こいつがずっと言ってましたね。ここまで来ればみたいな。欲しいんですよって言ってたやつだね。出てます。はい、ここからちょっとスタイリングセミナーします。スタイリングの質問がすごく多いんでね。これは今の状態はもうさんパーマいつだっけ？半年ぐらい前ですかね。そうですよね、はい、の取れかけのパーマがちょっとある感じで、ちょっと癖もあるですもんね。はい、で今もう奥抜いて前髪がこう長めでちょっとエロい感じまで伸びてきたから、耳ちょい出しにして襟足も詰めてここの感じがこうね目立つようにして、でだいぶこうねここもちっちゃくなったから、ここちっちゃくてここに重さあるとアジア人っぽくない欧米人っぽいシルエットになるんで。まだいつもスタイリング剤は何だっけ？そうですね、ハードめのグリースとか、あとはジェルを使ったりしますね。結構固めるっすよね。固めます。楽その方が。そうですね、1日キープできる方が嬉しいかなって感じですかね。一回ちょっとこうやって水で濡らしてあげるとなんかそのイメージが湧きやすいんで、ウエットにしてそのオイルとかウエットになった時のこう感じを見てあげる、そうするだけでもこの髪の落ち感とかがねこう出てきてすごいいいんじゃないかなと、これもやっぱりねまっすぐポンって落ちてるよりやっぱりこの取れかけのパーマがそうですね、
なんかねこのねパーマが張り切ってない感じがいいんですよそのかかったよ俺っていう感じじゃない、もうこう使いこなした後のゆるっと感が、ちょっとこなれ感が出て、で今日はバームとオイル適当な時、もう休みの日でなんか一応つけとかなきゃいけないかなみたいな時はこのバームとオイルちょっと混ぜちゃって、で髪質はトモさんはまあまあ太くて量もある方だよね、どっちかっていうと、けどすごく頭がちっちゃい。こういう方はもうちっちゃくした方が生きるに決まってるから。で全体にちょっとこう揉み込んで、この襟足とかこういうもみあげとかもつけてあげるとちゃんとこの細部までセットされてる感じが出るのと、こうなんか筆の先みたいにこうヒューっていう風にカットしてるから肌にこう消えていくような柔らかさが出るから、そうすると髪質が硬い人でも柔らかい人風になります。でこの生え際とかもある程度このつけとく、だからこういうバームとかオイルってオーガニックなものが多いんで、顔に近いところがウェットになるのはこういうのを先につけとくとまあいいかもしれない、だからもうこれだけでも十分ねかっこいいっていう話で、こういう風にベースにオイルとかバームとかつけとくと持つそのウェット感が、まあムースだけだとちょっとバリって乾くし、バームだけだとバームってこう伸びがねそんな良くないんで、表面についたら奥は乾いて膨らんでくるじゃないですか、だからこの奥につけてあげとくのがオイルかなっていう、奥がしっかりしとくとちっちゃいまんま結局乾くんで、そんなにこう影響しない気がする、まあこれぐらいだけでもね全然いいんじゃないですか。そうですね、いい感じ、ああいいですね。これいいね。横と後ろの短さからのこの映えるわいい感じですね。この髪型似合うよねすごく、いい感じ、やってて映える人理想通りです、ね、こういうところも残ってるから大人っぽい感じだし、ちょっとこうトラディショナルなものでもあるから、外人さんとかもこうなんか大人になるとパートスタイルみたいなのするじゃないですか、でやっぱ買ってないっていうのがあるからちょっと大人っぽい、感じの人にはやっぱすごいおすすめかなと、そうですね、こういう風に下向いた時の落ちた毛先とかそういうものも全部計算して、どこにもなんかそのぶつ切りっぽい毛がないぐらいまで細かく毛先は切ってますね。だからこれ逆に分けても前に下ろしてもどこになびいても形としては成立する。セットしないと決まらないっていうよりは、まあ風呂上がりでもそれなりにかっこよく入れるっていう方がやっぱりまあ楽だし安心。スターの生え方とか来た時と全然違いますね。そうでしょ。もうちょっとすごいちっちゃかった感じする。ね、だからこういう冬とかだとアウターとか着た時にやっぱ頭ちっちゃくなってるバランスとかの方がかっこよかったりするんでね。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。だからあんまりこう切り立て感がないような感じにしてる感じですね。まあこういうカットをより詳しくより説明するセミナーを今年はやってますんで、皆さんよかったら全国回りますんで来てください。いいですかね。いい感じです。
まあそんな感じでした。ありがとうございます。いやいや、いや、イケメンですよ。はこれで大丈夫そうかな。い。はい、いいと思います。じゃあクランクアップです。本当にありがとうございます。